速報です。大スクープです。岸田首相の先日の記者団とのやり取り、おそらくどの人も聞き逃している、見逃している話の中に、岸田首相の本音というものが隠れているやり取りがありました。で、それによって、この特別定額給付金10万円の2回目が早まる可能性というのが出てくるシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。岸田首相の行動によってこの給付開始が早まる可能性があるといったようなシナリオについてです。特別定額給付金10万円の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのは当然分かってないんですけども、この岸田首相の行動、その本音の中に隠された岸田首相がやろうと思っている行動の結果、早まる可能性も出てきたといったようなところについてお話したいというふうに思います。今日はまず冒頭でこの岸田首相と記者団とのやり取りについて、ちょっと改めて映像で聞いていただきたいなというふうに思ってます。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、おそらく個人の方で、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいと思っている方、あるいは給付金の情報が出たらすぐに申請してできるだけ早く給付をされたいと思っている方、あるいは確実に給付を完了させたいと思っている方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい給付金に関する情報が出ましたら、すぐにこのように動画でお話しさせていただきますので、チャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい情報が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになりますと。それではまず、岸田首相と記者団とのやり取りについて聞いていただきたいと思います。これは、岸田首相が、先日自民党の中で、裏金議員の、処分について決める、党紀委員会というものがありました。で、その処遇が決まった後に、岸田首相が首相官邸で記者団に質問をされて、答えたというやり取りがあります。で、その中の、冒頭からはそういった内容についてお話しされてたんですけれども、その最後の特に1分2分の部分で、岸田首相の本音について、探りを入れた記者がいました。で、その記者とのやり取りの中で、岸田首相は、おそらく、嘘はつきたくないというものがあるので、それを隠しきれずに、曖昧に答えようとしたところ、逆にその本音が判明してしまうといったようなやり取りがありましたので、それについて、ご覧になっていただきたいというふうに思います。最後にもう一点、先ほどガバナンス強化や政治資金規正法の改正の後に国民の判断を得たいというご発言がありましたけれども、これはその衆院の解散だったりそういった判断も含まれているというふうに理解してよろしいでしょうか。何かそういった具体的なものを想定していっているものではありません。私が自民党総裁として、国民の信頼回復のために、先頭に立って努力をしなければいけない、強い覚悟を持って努力をしなければいけない、これは当然のことでありますが、それを国民の皆さん、そして党員の皆さんに評価していただくことになる、そういったことを申し上げております。具体的にいつ、この選挙等を考えているとかいう具体的な話ではありません。はい。今の内容で気づきましたでしょうか。実は記者としては解散について考えていますかというふうなことで聞いていましたと。ただ岸田首相は解散について考えているかどうかっていうことについてはとにかく答えたくなかったというところがありますと。なので解散について考えているかどうかっていうことについては答えませんでした。で、まずめちゃくちゃ焦ったんでしょうね。で、焦ったので、記者からの質問に対して、まず冒頭重ねる形でまず話し始めていると。もう本当に焦ったんだと思いますと。で、その上で努力しなければならないを2回繰り返して、ちょっとよくわけわかんない内容を答えた後に、最終的には岸田首相は解散について具体的にいつということについて考えてるなんて言ってないですよというふうに答えたと。
解散について考えてますかっていうふうに記者に聞かれたにもかかわらず、解散をいつにするっていうことについて考えてるなんて言ってないじゃないですかっていうふうに岸田首相は返したと。で、これによって何がわかるかっていうと、解散についてはめちゃくちゃ考えてるっていうことが逆に分かっちゃうってことですね。だって考えてなければ考えてませんというふうに言えばいいだけですし、あるいは、いつについて具体的にもし考えてたとしても、それについてそれは状況によって判断しますというふうにただ答えればいいだけの話で、しかも去年ですね、同じようなこの国会の会期末に、記者に同じように解散考えてますかって言われて、状況によって判断しますっていうふうに話しているんで、それと同じように状況によって、考えてますっていうふうに判断しますっていうふうに言えばいいだけのことなんですけども、本当にその解散について考えているっていうことについて本当思われたくなかったんでしょうね。しかもいつっていうことなんか絶対に答えたくないと。考えていると思われたくないっていうふうなことがあったんでしょうね。なんで、解散について考えてますかって言われて、いや、解散についてはいつにするという具体的なことは考えてるなんて言ってないじゃないですかっていうふうな答えをされたというところですね。それにちょっと注目してもう一回、聞いていただくともしかしたら、より分かるんじゃないかなというふうに思いますので、もう一回ちょっと、聞いていただきたいなというふうに思いますと。で、この内容については、途中からですね、冒頭から、お話しされていることについては当然、またリンク貼っときますので、改めて聞いていただければと思うんですけれども、ちょっとこのもう一回ですね、最後の部分、岸田首相が考えていることについて明らかになったところ、もう一回聞いていただければと思います。今お話したところ、注意して聞いていただければと思います。最後にもう一点、先ほどガバナンス強化や政治資金規正法の改正の後に国民の判断を得たいというご発言がありましたけれども、これはその衆院の解散だったりそういった判断も含まれているというふうに理解してよろしいでしょうか。何かそういった具体的なものを想定していっているものではありません。私が自民党総裁として、国民の信頼回復のために、先頭に立って努力をしなければいけない、強い覚悟を持って努力をしなければいけない、これは当然のことでありますが、それを国民の皆さん、そして党員の皆さんに評価していただくことになる、そういったことを申し上げております。具体的にいつ、この選挙等を考えているとかいう具体的な話ではありません。はい、もうはっきりしましたね。岸田首相はもう解散について考えてますと。でもっと言うと、おそらく具体的な期日についても考えてます。で、それについてただ探られたくないと思っているというところですね。動画でもお話過去にさせていただいたように、おそらく6月の解散っていうのを考えています。ただ、それについて明言してしまうと、自民党の中でハレーションが起きたりとか、あるいは公明党だったりとかですね、いろんなところから6月の解散で考えてるんですかというふうに今言われてしまうので、とにかく今はいつ解散を考えているかということについて明言をしたくないというふうな岸田首相の本音が取れましたと。ただ考えてはいるので、おそらくそれは6月解散ということで考えているので、それについては探られたくなかったといったようなことですということが分かりましたということですね。その岸田首相が6月に解散をするという行動によって、この特別定額給付金10万円の2回目というものが実際に実現して、その給付開始が早まるという可能性もあるといったようなことが分かった冒頭のやり取りと、この記者団に答えたやり取りの中の最後の部分というところでした。それについて冒頭でちょっとお話しさせていただきました。で、ここからですね、この特別定額給付金10万円、もちろん2回目があるかないかっていうのはもちろん分かってないんですけれども、それがまた実現していくシナリオはどういったものがあるのかと、その可能性についてはどうかということについてお話しさせていただきたいというふうに思います。まず特別定額給付金ってそもそもなんだっけということなんですけれども、これはコロナ禍にあった全国民1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。
で、それの2回目って何ということなんですけども、これは特別定額給付金10万円の1回目があった時、コロナ禍のように今非常に苦しいといったような状況にあるというふうに国民は実感していますと。なので非常に苦しいんで2回目ぜひやってくださいよというふうな声がめちゃくちゃ上がってきているといったようなことです。それを政策にしているような政党もあったりとかします。国民10万円給付ですね。全国民10万円給付というのを政策にしているような政党もあったりとかします。で、ただ岸田首相はこの10万円給付のような給付金というものについてはコロナ禍のような国難の事態でないとやりませんよというふうに明言しています。ただ国民にとってはコロナ禍と同じだけ苦しい、あるいはそれ以上に苦しいよといったような実感がありますので、ぜひやってほしいというふうに思ってますと。で、実は特別定額給付金の1回目っていうのは国民の声を受けて給付が決定したといったような経緯がありますと。もともと1世帯30万円給付という内容で閣議決定していたんですけれども、国民が世論調査で1人10万円やってくださいよという声をめちゃくちゃ上げたということがあります。で、その声を汲み取って公明党が自民党に10万円やってくださいと、1人10万円給付やってくださいという声がめちゃくちゃありますよ。なのでそっちにしましょうよというふうに提案をして、自民党は1回決めた閣議決定を組み替えて1人10万円のこの特別定額給付金ということで決定したというふうな経緯があります。そういった公明党の声もそうですし、自民党の若手の議連とかですね、あるいは国民民主党とかいろいろなところからこの10万円給付やりましょうよというふうな声があったと。その結果、一度決めたものを組み替えて特別定額給付金10万円給付という形で決まったというところですね。で、今10万円給付を政策にしている党っていうのはあるのかなということで、先ほどもお話したようにありますと。それは国民民主党は1人10万円給付ということで言ってます。あるいはれいわ新選組というところでは、春夏秋冬四半期に1回ですね、1年に4回10万円給付、つまり年間で40万円給付するということを政策にしています。その財源もありますというふうにれいわ新選組は言っています。ただ国民民主党もれいわ新選組も野党にとどまりますということがあるので、なかなか給付に向かっていきづらいんではないかなというふうにも想像してしまいますと。1回目の特別定額給付金の場合は、自民党ですとかあるいは公明党で検討されたというところであるのに対して、今この10万円給付を政策にしている党は国民民主党、れいわ新選組に限られる、野党に限られるといったようなことですね。さあ、ただここで大逆転して10万円給付といったようなことになるシナリオはということで、その内容についてお話したいというふうに思いますと。まずおさらいですけど、国民の声、今我々一般的な国民の実感としてはコロナ禍より苦しいといったようなものがあります。コロナ禍というのは、それはレストランとか外食に関するような産業、あるいは旅行業、あるいは交通に関するような産業というのは当然外出規制っていうのがありましたので、非常に苦しかったと思いますけれども、我々一般的な国民の大半が勤めるそれ以外の産業ということについては、今の方が苦しいといったような実感があります。それは何かというと、物価が上がって給料は上がってないというものがあるからですということですね。物価が上がっている。これはもう例えばスーパーとかに行っても2割3割、1年間で2割3割上がってましたというようなものざらにあると思います。ものによっては5割上がってますというようなものもあると思います。で、あるにもかかわらず給料は上がっていないということですね。新聞とかを見るとベア 5% ということでベースアップ 5%、 つまり去年より社員が総じて 5% 給料が上がったと、そういうような企業もありますということで報道されていますが、あくまであれ大企業に限ったことですね。で、もともとこの物価高に対応して 5% 上がったということではなくて、もともと毎年いくらか 2%、3% とかはベースアップするというのが一般的なので、それも含んで 5% なので、この物価高に対応したぐらい、給料が上がっているということは大手の企業でもないというところですね。中小企業、押して知るべしということで、ほとんどの国民の、我々の一般的な国民が勤める中小企業というところにおいては、給料は上がってないと。であるにもかかわらず、物価がめちゃくちゃ高くなっていると。そりゃ苦しいですよねと。コロナ禍より苦しい。国民としてはコロナ禍より苦しいんで、ぜひ特別定額給付金の2回目やってくださいよと言っているにもかかわらず、岸田首相にはそのことは伝わっていないというか、その実感がないと。いやいや、
コロナ禍のような酷難な事態じゃないとやらないと。今はコロナ禍ほど苦しくないって言ってるんですね。いやいや、我々国民としてはコロナ禍より苦しいっていう実態がありますよと言っているにもかかわらず、岸田首相はいやそうは思ってないと言っているので、それを受けて超低支持率になっているといったようなことですね。それはもちろん裏金とかいろいろあると思うんですけれども、我々の国民生活っていうのが、日常の生活が苦しいっていうものが根底にはありますと。であるにもかかわらず、岸田首相はその10万給付しないとか、いろいろ他の政策の失敗とかいうものがあるので、まずは低支持率になっていると。でそこに裏金があって追い打ちをかけているといったような実態であるということが言えるんじゃないでしょうかと。じゃあ岸田首相は国民が非常に苦しいと、10万円給付2回目やってくださいっていう声をたくさん上げているにもかかわらず、国民の声を無視し続けることができるんでしょうかというと、実はそういったこともなかなかしにくいような状態にありますということですね。でそれは何かというと、岸田首相が、もしこのまま首相でいるためには解散が必要だという背景があります。これは何かというと、この今年の9月に自民党の総裁選があります。でこのままめちゃくちゃ低い支持率のままこの自民党総裁選を迎えたんでは、実はその1年後、2025年の10月に衆議院の任期が来ます。なので1年後衆議院の選挙って絶対あるにもかかわらず、岸田首相を自民党のこの総裁としてもし再選させてしまったんであれば、その選挙を岸田首相をその自民党の顔として迎えなきゃいけなくなるので、自民党の議員としてはそれはたまらないと。なんなら、より票が減ってしまうということなので、岸田首相を総裁として再選させずに、すげ替えようと、他の候補にしようというふうに、他の候補を自民党の総裁にしようというふうに思っているに思うに違いありませんと。なので岸田首相はこのめちゃくちゃ低い支持率のまま自民党総裁選を迎えたんでは、再選ができないと、首相でいられなくなってしまうということなので、そこまでになんとか衆議院の解散を行い、議席をめちゃくちゃ減らすかもしれませんが、なんとか過半数をギリギリ確保して、そして過半数確保したっていうことで国民の支援を得ましたよねというふうなお墨付きをもってして、この自民党の総裁選に再選しようと。またそして首相で居続けるということを狙っているといったようなそういう目論みがあります。なので国民のこの声、めちゃくちゃ低い支持率の元になっているこの国民の声というものを無視できないというものがあります。なので何らかの対策を打っていかなければならないといったような状態であるということですね。岸田首相は支持率が上がるタイミングをおそらく今年の6月というふうに読んでいます。それは何かというと、この6月までに通常国会の中でこの裏金問題に対応した政治資金規正法の改正をするというふうに言っています。先ほどの冒頭のお話しした記者団とのやり取りの中でもそういったことにも言及してますというところですね。政治資金規正法の改正を行い、そして減税も実は6月にスタートします。1人4万円の減税というのが6月にスタートするので、その政治資金規正法の改正を行い、そして減税がスタートしたところでちょっと国民の支持率が上がるんじゃないかなというふうに目論んでいますと。でそのタイミングでなんとか解散をして選挙を迎えたいというふうに思っているということですね。少しは自民党の支持率もその時アップしているんじゃないかなと。せいぜいどこかで解散を行わなければ首相でいられないんですけれども、いいタイミングとしてはその6月かなというふうに岸田首相は考えているということですね。ただ先ほども言ったように探られたくないので、6月の解散を考えてますよっていうことについては明言しないということですね。実際に衆議院解散はいつかということで、実は他の形でも野党が国会の中でですね質問したりとかしてます。その質疑のやり取りの中で、岸田首相が6月解散をおそらく考えているんじゃないかなということが、他のことからも明らかになってきます。令和の山本代表がいつ辞めるんですか総理と、あるいはいつ解散しますかということについても、何回か繰り返し聞いているということに対して岸田首相は今は考えてないというふうに答えています。でさらに立憲民主党の辻元議員から総理4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかというふうに聞かれて、全く考えていませんよというふうに答えています。で岸田首相は、やっぱりこの、受け答えの中で嘘はつかないと。とにかくごまかしや曖昧なことはしたとしてもとにかく嘘はつかないというふうに決めているようで、なんとかここもごまかそうと思って今は考えていない、あるいは全く考えていないっていうふうに言っているんですけれども、この
いつ解散するかについて今は考えていないというふうに言っています。で、大体これ裏返した時に岸田首相の本音が見えるパターンが多いんですけども、今は考えてないってことは、今は解散しないけども、考えてはいるよというふうなことですよね。で、4月に解散考えてるんじゃないですかって言われて、もうこれははっきりと答えてしまったんだけど、全く考えてないというふうに言ってしまったと。つまり考えていて4月じゃないよっていうことを言ってるんで、そうなるとじゃあ6月かなということが見えてくるということですね。岸田首相の最新の支持率について、JNN が調査しました。これ去年の、先月の、頭の世論調査なんですけども、今月4月の世論調査っていうのももうすぐ出てくると思うんで、それはまた、出ましたらすぐにお話しさせていただきたいと思いますけど、先月の頭にあった、最新の岸田首相の支持率、JNN なんで、これ TBS 系ですね、の世論調査の会社が調べたところ、支持率はなんと 22% ということで、めちゃくちゃ低い過去最低をさらに更新しているという状況です。不支持率はなんと 74% にも上っているということですね。じゃあ岸田首相は諦めたでしょというふうにも普通は思うんですけども、なんとこの低支持率にもかかわらず岸田首相は諦めていませんということが言えます。この9月で自民党総裁選をもってそこで退陣じゃないかと普通は考えるんですけども、岸田首相は本当に勝負に出るということでおそらく考えていますと。去年の今の時期、この通常国会が終わるぐらいの時期にマスコミから質問をされて、質問っていうのは衆議院の解散考えてるんじゃないですかっていうふうに質問されて、状況で判断しますというふうに発言をしてますということですね。岸田首相はそういった形でどんなに支持率が低くてもとにかく首相で居続けるっていうことを狙っているので、解散のタイミングというものを常に狙っています。で、ここまで解散なかなかできなかったんですけども、いよいよ9月の自民党総裁選が迫り、どこかで解散をしないと首相としてやっていけないという状態になっているので、今めちゃくちゃ解散のタイミングについて考えているということですね。であるからしていつかということについては、明言をとにかくしたくなかったということが先ほどの記者団からの質問というところのやり取りにつながっているということですね。じゃあ岸田首相はとにかく解散をしますと。で、解散をしてなんとか過半数確保したいというふうに思ってるに違いないんですが、さすがに国民はめちゃくちゃ怒ってますと。当然苦しいですし、支持率もめちゃくちゃ低くなってますよねということです。怒りの鉄槌ということで選挙を行った結果、自民党大敗で、自民党公明党合わせても過半数割れといったような事態になる可能性も高いというふうに思ってます。で、そうなると、3党を超えるような自民党公明党以外の政党との連立が必要になってきますというところです。で、ただこれどこと組んでもいいよっていうわけじゃないです。立憲民主党組めないですよね。維新組めないですよね。となると、自民党公明党ともしかしたら組める可能性があるのは国民民主党といったようなことになってきます。自民党が作ったですね、予算について賛成をしたりとか、あるいは他の政策についても協議したりとか、あるいはこの連立売りっていうことをちょっと調整していますよみたいなことを自民党が言ってみたりとか、そういうようなことがありましたので、もしかしてこの連立を組んでくると、3党以上の連立ということになると国民民主党といったようなところが入ってくる可能性は高いんじゃないかというふうに思います。で、自民党がもし大敗した場合っていうのは、昔の例えば村山政権とかでもあったように、大きく議席を減らすということになるので、当然国民の信を得たというふうには言えないです。なので自民党の総裁をそのまま首相として推すっていうことがなかなかできないですね。国会で、首相指名選挙について推すっていうことがなかなかできなかったりとかします。で、あるいは公明党に関しても、当然その、バックがですね、組織票に支えられているというところもあるので、そのまま公明党の代表を首相として推すっていうのはなかなかちょっともしかしたら難しい状況にあると。となると一緒に連立を組んだ例えば国民民主党がですね、大きく議席を伸ばしてそして連立で与党入りということになれば、その国民民主党の代表が首相指名選挙で押されて晴れて首相といったようなことになる可能性もあるというところですね。そうすると玉木代表が首相になるといったような形になってきます。さあ、ここで国民民主党の政策についてちょっとおさらいしたいと思います。当然国民民主党の玉木代表が首相になれば、その国民民主党の政策について実現する可能性が高まってきますので、その政策について確認したいと思います。で、ここで出てくるのが先ほどの話もあったように国民1人当たり10万給付というところですね。で、さらにそれに加えて消費税の減税ということも謳っています。これは実際に
昨年の11月に参議院に、消費税減税法案というものを国民民主党は提出しているといったようなところもあります。で、消費税減税っていうのは、めちゃくちゃ望まれているということがあります。結構こういった給付金に関する動画を出させていただくと、コメントで、消費税減税もやってくださいよというお声をめちゃくちゃたくさんいただきます。で、その消費税減税が望まれる理由っていうところについてちょっと整理をしてみました。主なその消費税減税が望まれている理由というところについては大体この4つですね。で、1つ目は消費税の負担が大きいというものがあります。何か物を買うということについて必ず毎回 10% かかってきますっていうのが消費税です。その負担めちゃくちゃでかいです。当然そうですね。1割、何か物を買うことについてずっと1割かかってくるので、それは負担は大きいですということですね。で、それから経済的影響の持続というものがあります。これはこの1番の逆ですよね。もしその 10% がなくなるということになれば、その経済的に受けられる還元というものが持続しますよ。この10万円給付1回されるというものに対してこの消費税はずっとかからないということになるので、経済的影響が持続しますということだったりとか、あるいはそれとつながった例えば3番で言うと消費の刺激になるということですね。何か物を買うということについてかかるのが消費税です。それがなくなると 10% もなくなるということであれば、それは消費が刺激されて、物がいろいろ買われたりとか、いろいろ物が動いたりするということですね。それから4番、税負担の公平性というものもあります。所得税っていうのは収入が多い少ないということについて、多くかかったり少なかったりするというものです。それに対して消費税というのは、収入が多い人少ない人に関しても、全く一緒にですね、同じ値段のものを買うという場合は同じ額だけ税金がかかりますよというのが消費税です。それが不公平だといったような声もありますと。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、もし玉木代表が首相になったら政策ちゃんとやっていきますかということで聞いてみました。このストーリーあり得ると思うんですよねと。自民党が大敗して、国民民主党が与党入り、あるいは政策で協議して、その自民党のこの一緒に組んだ中でですね、国民民主党が柱にしている10万円給付、あるいは消費税減税というものをちゃんと実現に向けて動いていきますかということで聞いてみました。で、玉木代表いらっしゃらなかったんで本部の方に伺えたんですけれども、衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていきますけれども、この柱の政策っていうのはブレる可能性は低いと思うというふうなお話でした。ブラッシュアップっていうのはこの政策についてもっと磨き込んでいくと、細かい部分修正加えたりとかする可能性はありますけれども、この柱の政策10万円給付消費税減税ですね、これはブレる、ちょっと変わってくるって可能性は低いと思いますよというお話をいただきました。なるほどと、国民民主党信じてもいいですねということで、もし玉木代表が首相ということになれば、ちゃんとこの10万円給付消費税減税の実現に向けて動いていくというふうなお話ですと。なるほどと。じゃあ全てはとにかく選挙にかかっているなということで、全ては衆議院選挙にかかっているということで書かせていただきました。ただここにはなかなか政権をひっくり返して、政策が実現しにくい、いろいろな闇と、選挙制度の闇というものがあったりとかします。それについてお話したいと思います。まず小選挙区制度の闇ということで書かせていただいたんですけども、これはやっぱり結局地元をしに入れてしまうっていうことがあったりとかします。で、これは例えば何かっていうと、ここは千葉県の船橋市なんで、千葉4区だったりとか千葉14区って新しくできた区割りがあるんですけれども、でそこにはもともと昔から野田さんっていう方が、野田元総理ですねっていう方がいらっしゃって、圧倒的な人気だというところがあります。で今野田さんは立憲民主党なんですけども、仮にもし自民党だったと、でさらに裏金やってましたということであれば、例えばなんかそういうような自民党がめちゃくちゃ逆風だと、あるいは裏金とんでもないということがあったとしても、野田さん個人的に何かその悪いっていうことではないし、今まで地元にもちろん貢献してくれてるし、あるいはその裏金っていうことについてはもしかしたら慣習、自民党のその党の慣習でやってしまったんだろうなっていうふうに思って、もしかしたらこの船橋市の人たちは分からないですけども、もう一回当選させてしまうということがあったりとかします。結局地元推しなんで入れてしまうっていうことがあったりとかします。野田さんって言えばですね、お人柄も素晴らしいんで、もしかしたら、今回もし
自民党にいて裏金やってましたということになれば、今回の選挙は出ませんと言ったようなことをおっしゃるかもしれません。それは分かりません。ただ、もし仮の話で自民党にいて裏金やってたとなれば、もしかしたら地元の人は野田さんに入れてしまうというぐらいのことが、この船橋市で自分の選挙区だからそういうふうに見えてるってことじゃなくて、おそらくどの、地域のですね、方も同じようなことが起きているということがありますので、結局地元推しが当選してきてしまうということがあるかもしれません。それから与党アドバンテージっていうのもあります。今言ったように例えば野田さんっていうのは、野田議員っていうのは、野田元総理はですね、立憲民主党なんですけども、仮に自民党にいらっしゃったとします。で、その場合にじゃあ、裏金やってましたというふうになったとしてもですね、自民党が議席を大きく減らして、3党以上の連立を組むかもしれないけれども、ただ政権でなくなってしまうと、いわゆる与党でなくなってしまうっていうことはもしかしたらなさそうだなと、そこまでではないなというふうに思うのであれば、野田さんに入れておくかと、自民党なんで入れておくかということですね。それは何かっていうと、与党であるその議員が地元の選挙区の当選した議員であると、当然この船橋市のためにいいことをもしかしたらやってくれるんじゃないかなというふうに思いがちということですね。実際がそうかどうかっていうのは分からないんですけども、やっぱり地元の選挙区については与党の議員であってほしいといったような与党アドバンテージというものが働く可能性はあるというふうに思ってます。それから擁立されてない選挙区があるというのもあります。これは何かっていうと、よく例で話すのは、例えば維新が何年か前にすごい人気だった時に、大阪ですごい話題になりましたと。めちゃくちゃ議席伸ばしていて人気になったんですけども、じゃあ全国の衆議院選挙ですとなった時に、全国的に世論調査をすると人気はあるんですけれども、その維新の議員が全国で擁立されてない、立候補してないということがあったりしました。なので、維新に入れたいんだけども、維新の議員が地元のその小選挙区で立候補してないということなので、投じれないということがありました。しょうがないんで比例区で、維新っていうふうに書くしかないんですけれども、そういうようなことがあったようなこともあります。それが一つの例ですけれども、その自民党以外の党に入れたいと思っても、その候補が全国で、その小選挙区に立候補しているっていうわけじゃなかったりすることもあるので、擁立されてない選挙区があるっていうふうな闇もあったりとかします。それに対して自民党は全国津々浦々、もうおそらくほとんどの、選挙区で小選挙区のその選挙区で立候補しているというところがあったりします。それから野党共闘っていうのはちょっとそもそもありえないっていうのがあったりします。よく言われるのが、野党で候補の調整をするとか政策の調整をするって声が聞かれるんですけども、そもそもそれはありえないですと。それは野党共闘っていうのは自民党でないと思うんであれば、それ以外の政党、例えば共産党、立憲民主党、れいわ新選組、国民民主党、分かんないですけれども、そのどの政党の候補であったとしても、自民党じゃないんであればこの候補に入れてねっていうふうなことですね。それが野党共闘なんで、そもそも選挙ってその候補の言ってる政策について納得して投票するというものだったりとか、あるいは政党について納得してその政党の候補について投票するというものなので、今言ったように自民党じゃないんだったらどの政党であっても、あるいはどの候補であっても、とりあえずこの人に入れてねっていうのが野党共闘です。それはそもそも論理が破綻していて国民を舐めてるんで、まずありえないと。これは野党が反省しなければならないところであったりとかすると思うんですけれども、そういったことをやりがちということがあるので、なかなか小選挙区でその野党が勝ってこれないというところもあったりとかすると思います。じゃあどうすればいいのかということなんですけれども、とにかく比例で絶対どこかに入れるということですね。で、先ほど言ったように、じゃあこの地元の野田さんですね、野田元総理は立憲民主党なんですけれども、じゃあ野田さんはいいと思ったんで野田さんに入れましたと。で、ただ仮の話ですね、立憲民主党ではないなともし思った場合に、じゃあ立憲民主党だと思わないから比例は白票で投じるということではなくて、必ずどこかに入れるっていうことですね。例えば立憲民主党でないと仮に思ったとしても、例えばじゃあ国民民主党に入れるとか、いわゆる自民党以外の政党にどこかに必ず入れるということで、自民党以外の候補が当選してくるという可能性が高まるので、比例で絶対どこかに入れるというところが重要になってきたりとかします。さあ、衆議院選挙にかかっているというところなんですけれども、
今回の衆議院選挙の結果の予想ということで、思い切って予想してみましたと。実は自民党っていうのは先ほど言ったこの小選挙区で全国でちゃんと勝ってきているというものが実はあったりとかします。衆議院の定数っていうのは465です。で、そのうち小選挙区は289といったような割合になってるんですけども、その割合よりも多く自民党は小選挙区で勝ってきていますと。260議席、自民党は議席を持っています。ただ、その中で小選挙区なんと190もあってですね、小選挙区でちゃんと各地域で評価を得て勝ってきているというところがあります。で、その190議席のうち、今回裏金議員と、裏金をやってた議員ということで50議席あります。で、その裏金をやってない議員ということで140議席ということで分けましたと。で、ポイントは、とにかくこの裏金議員50議席をできるだけ負けさせると、敗退させるというところがポイントになってきます。で、5割この裏金議員が落選したとして25議席ということになります。残りの140議席っていうのは先ほど言ったようにやっぱり小選挙区は地元推しに入れるってことがあるので、自民党の議員だっても2割負けるということにとどまるんじゃないかなということで112議席ということで予想してみました。で、この140議席をなるべく負けさせるってこともそうなんですけども、この裏金議員をとにかく徹底的に叩いて半分以上負けさせるっていうことがもしないとするんであるならば、この自民党と対立して過半数割れってこともそもそも起きないですと。なんで国民はとにかく今回は怒りを表明して裏金議員は負けさせるというところが、このひっくり返して他の与党以外のですね政党がこの政権に入っていくっていうところのポイントになってきますと。それから比例区は支持率、これは岸田首相の支持率ですね。岸田内閣は 22% の支持率なんですけれども、自民党の最新の支持率ということは 23% なので、それをそのまま比例区の議席数に合わせて入れてみましたと。衆議院の定数は465です。で、そのうち比例は176議席ありますので、その 23% ということで計算したところ、40議席ということになります。そして合計ということでは260議席がなんと177議席ということで、200議席を大きく割り込んで83議席減という結果になりました。で、一緒に連立を組んでいる公明党ですね。で、公明党は一切裏金やってませんというものがそもそもありますと。なので議席数そのままなんじゃないかなということで予想してみました。もともと公明党というのは32議席あるんですけども、比例区全国の組織票に支えられて比例区で勝ってきているというものがあります。で、さらにこの小選挙区っていうのも、この9議席もですね、全国でその小選挙区のガチガチの地元でですね勝ってきているので、これも意外と崩れにくいんじゃないかなというふうに思ってます。で、さらにはちょっと繰り返しなんですけれども、裏金とにかくやってないので、別にこの議席が減るっていうよりあんまりないので、そのまま32議席っていうふうに予想してみました。とにもかくにも自民党は大敗していくということで、177議席と32議席合わせて209議席ということで、大幅に過半数を割り込むということですね。465の定数の過半数というのは233議席です。それを大きく割り込んでくると、25議席ぐらいちょっと割ってくるというところですね。で、さあそこで連立を組んで、この政策を実現していく可能性がもしあるとすれば、自民党公明党に近い国民民主党ということになってくるんですけれども、国民民主党の本気度というものについてちょっと探ってみました。で、再びですね、国民民主党に連絡をして、どれぐらいの候補を立候補させる予定ですかということをちょっと聞いてみました。前回の衆議院選挙では21名立候補して11名当選してます。なんと半分以上の議員が当選しているってめちゃくちゃ当選の確率高いんですけれども、今回はさらに勢いがあるんで、もっと高い確率で当選してくる可能性っていうのはあります。自民党も今すごい追い込まれているので、この国民民主党勢いがあるというところで、もっともっと高い確率で当選してくるという可能性もありますと。で、この11名当選した議員っていうのは今は7名になってます。あれ4名ぐらい減っちゃってませんかっていうことなんですけども、前原さんをはじめとして3名4名っていうのが離反して党を離れましたと。で、
国民民主党で立候補して、当選したんであれば、もし党を離れるときは一回失職して国民の信問いなさいよというお声があるっていうのは承知してますし、私もそれに近いような意見だったりするんですけども、いずれにしても今は現職7名といったような形になっているのが国民民主党ですと。で、それに加えてホームページちょっと確認すると23人が立候補、擁立する予定ですよと、公認する予定ですよっていうふうに書いてあったので、合計で30名ぐらいですかということで、聞いてみましたと。のところ、本部の方がやはり、そうですねと書いてあるところで言うと、その23名、あるいは現職7名ということで、30名ぐらいなんですけども、これからさらにもっと公認ということで擁立していく予定がありますと。あ、そうなんですねと。じゃあ大体どれぐらい考えてますかということで、40名を大きく超えるぐらいの立候補っていうところを考えてますと。なるほどということで、もしこの確率で当選してくるということに加えて現職7名もいます。さらに国民民主党、今勢いがめちゃくちゃあるということで、もしかすると30名を大きく超えてくるぐらいの議席数を確保するという可能性まで出てきたということですね。いよいよ連立入りということで政策実現が近づくと。岸田首相が解散を早めるということで給付開始がもしかしたら早まってくる可能性もあるという状態になってきました。さあ、岸田首相、最近の動きはどうでしょうかということで、岸田首相大甘処分ということで、これはもう言わずもがな裏金議員に対する処分がめちゃくちゃ甘いということです。で、さらにそれに加えて岸田首相、なんと自身の政治資金パーティーに新たな疑惑ということが浮かび上がってきました。これは令和4年6月に開催された政治資金パーティーなんですけれども、それについて広島地検の方に実は告発がされているということが明らかになりました。広島地検はそれを受理しているかと、その告発を受理しているかどうかということについては明らかにしなかったんですけれども、いずれにしても岸田首相が自身の政治資金パーティーで告発をされていると、疑惑が新しく発生してそれについて告発がされているという状態ですね。さらにこの裏金議員85人中39人だけの処分にとどまるといったような自民党の対応も明らかになり、さらに岸田総理はなんと処分の対象外ですということが明らかになったということで、ふざけるなと、さすがに怒り心頭ですよというのが国民の声です。さあ、最新の世論調査 JNN、先ほどと同じように TBS 系の世論調査の会社の調査によると、岸田総理も処分を受けるべきということで 61% の人が考えているといったような世論調査が出てきました。で、今日朝のテレビ番組見てましたら、そこで同じようにですね、この大甘の処分について岸田首相も処分を受けるべきというふうなことについてイエスと答えている人が 90% を超えるといったような結果になってました。今日の朝のテレビ番組の中で岸田首相も処分を受けると思っている人がリモコンのボタンを押してですね、答える例のアンケートのやつで速攻で世論調査をしてたんですけれども、それではもう 90% を超えるような国民がとにかく岸田首相も処分を受けるべきだというふうに思っていると。もしかしたらそれが実態を反映しているんじゃないかなというところですね。で、そうなるとこの比例区の支持率 23% っていうのももしかしたら怪しいので、もっともっと議席を減らしてくるっていうふうな可能性もあるということになってきたというところです。いよいよ岸田首相が解散をするということになったとしても、やはり国民の信は得られないと。過半数を大きく割り込むということになれば他の野党と組むと。で、そうなるとその一番手は国民民主党ということになります。国民民主党の政策としては国民一人当たり10万円給付、あるいは消費税減税ということを言っているので、たとえ連立入りしなかったとしてもですね、政策協議というのは絶対行います。で、政策協議ということになれば、それは交換条件になりますと。予算に賛成する代わりに必ずこの政策やってくださいよというふうな形になるので、あるいは与党入りして、3党連立でですね、与党入りして
結局、財源とか考えたら、この10万円給付消費税減税できませんと、うやむやにされてしまうよりは、与党入りをせずに、連立を組まずにですね、政策協議をして、で、じゃあ予算賛成する代わりに10万円給付やってくださいよと。その代わり消費税減税やってくださいよと言ったような交換条件で、この特別定額給付金10万円の2回目といったようなものを実現していくという可能性もさらに出てくるといったようなところもあります。で、この給付金に関する動画っていうのは、こういった形で出させていただくとめちゃくちゃたくさん再生していただいてます。で、さらにコメントもめちゃくちゃいただいてます。で、たくさん見ていただいて、あるいはコメントをたくさんいただくってことは、おそらく政治家の方もたくさんご覧になっていただいていると思います。なので、その岸田首相だったりとか、あるいはその政治家にも絶対この国民の声というのは届いていると思いますので、少しでもその声を大きくしていきたいと。で、この政策、10万円給付といったようなものとか消費税減税というのを実現したいというふうに思ってますので、この動画のお話しているこの10万円給付とか、あるいは消費税減税について賛成、あるいは反対、あるいは岸田首相に対するご意見、もう一言だけでも構いませんので、ぜひコメントで入れていただければなというふうに思ってます。先ほど言ったように絶対この政治家の方はご覧になっていると思いますので、そういった声を少しでも届けたいというふうに思ってます。それから、こういった形で給付金に関する動画っていうのは、新しく何か発見があったらすぐにお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請してできるだけ早く給付されたい。あるいは確実に給付を完了させたいと思っている方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。